はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。その前に重大なお知らせです。こちら、誰でもできる星読みの自己分析、最高の自分に出会うホロスコープブックが10月4日に発売になります。ありがとうございます。はい、これは Amazon や楽天ブックス、セブンネットショッピングで現在予約を承っております。ご予約いただいた方、先着購入者特典としてこちらのしおりがついています。このしおりすごく大きくて、ハウスとか星座の基本のキーワードが全部載ってるんですけれども、こう本を読みながら途中までここまで読んだよっていうのをこう挟めたりとか、これはちょっと違うんですけどね、挟めたりとか本文読みながらこうやって確認していただけるものになっています。これはちょっと数量が決まっているので、ご予約いただいた方は全員行くようになっています。ぜひ早めのご予約をお待ちしております。先生術って難しそうだなっていう先入観をお持ちの方も多いと思うんですが、この本はもう本当にどなたでも初心者の方向けに書かれているもので、ホロスコープの基本的な読み方から自分を深く知っていく78個のクエスチョン Q&A がついています。で、先生と勉強したことがあるよという方もですね、こう違った切り口で質問してそれに答えているので楽しんでいただけると思います。で、さらにこれには別冊ノートが実はついていまして、この本を読みながらご自身のことを書いていただく、分析していただくという、書き終わった後は自分だけのオリジナルなノートになるっていうものもついていますので、楽しみにしててください。そしてね、この本って先生術興味がある方だけではなくて、自分のこともっと知りたいなとか、もう少し自分を信じて毎日を豊かに暮らしていきたいなという方、全ての方におすすめしたい本です。というのはやっぱり私たち普段気づかないうちにこういろんな役割に縛られたりとか、将来に対しての不安とか、間違ったこう自分の思い込みとかで余計なこう不安を自分で作り出してしまったりとか、自分のことを誤解してたり、自分のことがわからない、普段の喜びとか愛情も感じられないなっていう風になってしまう方もこの現代多いと思うんですけども、先生術というね一つのツールを使って客観的に自分のことをすごく見ていきます。そして世の中のその常識とか何がいいとかではなく、本当の自分の本当の価値っていうものに光を当てていく作業になるので、見ていけば見ていくほどだんだん自分のことが好きになったり、だんだんこれでいいんだって思えるようになったりするっていう風に、こう物語としてストーリーとして書いてるわけじゃないんですけど、1章2章3章と続けてたっぷり読み応えもあるし、分析もたっぷりできるし、自分のことを読み終わった後に良かったって思えるような内容になっていますので、ぜひこの機会にご予約をお待ちしております。はい、ではここから蟹座さんの9月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。まず星の動きですが、この9月っていうのは蟹座さんにとってコミュニケーションが活発になる時ですね。誰かとの会話だけじゃなくても、自分の頭の中のコミュニケーションが活発になって、独り言が増えたりとか、頭ですごくいろんなことを考えたり、情報収集とか、そういうのはとてもいい時です。好奇心も高まるし、何か勉強したりとか調べたりとか、そういうのもとてもいいですよ。でもう一つやっぱり9月4日からお金とかね、愛情とか社交性を表す金星がやっと順行に戻るということで、皆さんにとってはお金のことがちょっと落ち着いてくるんじゃないかなと思います。これまでちょっとなんか無駄遣いしちゃったとか、なんかすごい出費が出たとかいう方はちょっと収まるんじゃないかなという感じがします。あと何よりね、やっぱ自分の価値を疑っていた方は、やっぱりこれでよかったんだみたいな思いが出てくるんじゃないかと思います。ちょっとカードでも見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月前半、デビル、ソード8逆、ワンドクイーンとワンド4逆とソード5とペンタクス2とデスの逆。気をつけることや対策はペンタクスナイトの逆とペンタクス7、そしてオラクルはワンドの7の逆です。負けるが勝ちって感じがしますね。どうですか。なんかちょっと入り口が
デビルなので、何かすごくこだわってることとか執着してること、自分の思いがキューって何かにとらわれてしまってる、その思いでいっぱいみたいなことがあるかもしれません。さっき言ったその考えがすごく高まる時、情報やり取りが良くなる時ではあるんですけど、さっき言った独り言が多くなるっていうのは、自分の考えに自分が支配されちゃって、もう考えが止まらないみたいな。でその考え自体がもしすごくネガティブなものとか、誰かに対しての強い思いだったりとかすると、もうそのことが止まらないっていうことにもなりかねないので、意識的に自分は今すごいとらわれていたっていうふうに気づいてくださいね。でそれを手放していくよっていう感じで出てます。9月前半、そこに気づいて手放していくよって。そして、言われてることとしては、まず自分が何かにとらわれていたり、もしくは何かコンプレックスとか何かの強い思いがあったとしても、そのことと蟹座の皆さんが仕事をしていく、もしくは今の役割をこなしていくことっていうのは別なんですよっていうふうに言われてるんですね。どんだけ何かに執着していようと、コンプレックスがあろうと、こだわりがあろうと、自分が何かその今与えられている役割をこなしていく、才能や技術っていうのは十分にある。そして十分にそれを発揮してるっていう感じで言われてるんですね。なのでそっちに目を向けましょうと。何か誰かに対して何とかしたいとかっていう思いではなく、自分がやってること、自分が有機的にやってる何かやってることがすごく仕事にしろ、家事にしろ、子育てにしろ、誰かのケアにしろ、何でもね、今やってることが価値があるんじゃないですかって。それに自分でもそれを認めてほしいし、関わってる人はみんなそのことをなんか認めてますよみたいな感じで言われてるんです。でもなぜあなたは違うことにそんなにこだわってるんですかみたいな感じかなと思ったんですね。そしてすごく穏やかな人間関係やいい関係があるのに、違うことも考えたくなるみたいな感じで、あれこれほじくりたくなるみたいな感じかなと思いました。はい。要はそこにはもう触らないようにするとか、もうそこはもういいもういい、もう好きなように思ってくれてたらいいぐらいの感じでいく方が楽になれるなっていうふうに思ったんですよね。ちょっと見てみますね。例えばの話ですけど、ちょっとまた突拍子もない例え話をしますが、自分は自分の生活を楽しんでいる、仕事も頑張ってる、友好関係もうまくいっている、だけど家族の誰かのことを心配してるとかね、例えばですよ。でその人のことを心配して、その人が何とかなってくれたら私はもう心配事がないのにって思うみたいな。でもそれはもう自分のことじゃないですよ、別の人のことなので、自分の幸せ、自分の目の前のことをこなしてて、それでいいじゃないですかっていうような感じで感じたんです。ちょっと相読を見てみますね。戦車の逆、ソードさんの逆。なんとなく自分がもう本当に最高にいい状態だとならないのはその人のせいだみたいに言いたくなるみたいな、その家族の何かのせいだっていうふうに言いたくなるけれども、でもそれも実は関係ないというか、実はそのことがあるからこそ自分の能力が高まった部分もたくさんあって、恩恵もあったということに気づきますよっていうふうに言われてます。そして要するにどんな思いがあったとしても現実はうまくこなしてやっていけるんですよね。ジャグリングのように上がる時もあれば下がる時もある、気分が上がる時もあれば下がる時もある、楽しい時もある、そうじゃない時もある。でもやっていけるし、何か一つ自分がこだわっていったものを捨てて再生する、すっきりする、真実の愛に目覚める、自分の力に目覚めるっていうようなカードが出ているので、最終的には本当に負けるが勝ちっていうかね、もう戦わない、もうそのこと手放す、もういいですっていうふうにやることで自分はすっきりになるっていう感じに思いました。それともしかして少しその経済的なことを心配されている方もいらっしゃったかもしれませんが、それはようやくね金星の逆行も終わりますので9月4日以降はちょっとマシになってくるかなと思います。ここから自分がどうやって稼いでいくかとか、どうやってお金のことを管理していくかっていうのを順調に考えていけるかなと思いますよ。でビジネスに関してのちょっと大きなお金を動かしたいとかいう方は
もう少し後ですね、来年の1月末ぐらいに、ちょっとめらく先の話になりますけど、来年の1月末ぐらいにそういう大きな借り入れとか大きなチャンスみたいなのも来ますし、とにかくそこまでこの年内どうやって過ごすかっていう日常生活ね、お金のことさえクリアになれば大丈夫なのかなっていう感じがしました。はい、ちょっとオラクルね見てみます。ワンドナイトに、ペンタクスクイーンの逆、に、ソードエースの逆ということで、これ逆ですけれども、やっぱりもう患者の皆さんは今のご自身の本当に目の前のこと、目の前関わっている人だったり今ある状況で見ると、自分のやりたいことってできるんですよって、それに対しての知識も知恵もやり方も分かってますよねみたいな感じがあって、なんかそういう意味で再生なのかなと思いました。真実の力に目覚める、本当の自分の力に目覚める、本当の自分に本当の自分を思い出すみたいなね、誰かのせいにしないみたいな、環境のせいにしない、誰かの自分の立場のせいにしないみたいな、今の自分でできることをやっていくみたいな形の強さとして出るんだろうなと思いました。はい、そんな感じかな。はい、ちょっと最後に1枚引いてみますね。はい、オメガビクトリーということで、ビクトリー勝利っていうカードが出てますよ。あなたの情熱そのまま出してくださいみたいな、いいことになりますからっていうような感じで、もうユニコーンがねヒーンってこう上がってるみたいな感じのカードなんですよ。なので誰も止められない、誰のせいでもない、自分で自分の情熱を止めてるのは自分だけだから、そのこだわりに気がついて手放して、目の前にある今のこの幸せな感覚をもとに自分の力を信じてやっていけるんだよっていう、無理に誰かをねじ伏せたり変えようとしたり何とかしなくても大丈夫だよっていう感じがしました。はい、ということで今回のメッセージはここまでにしておきます。もし何かしらよかったですとか分かりましたという方は、いいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。次回またね、9月15日ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。はい、ということでぜひいい時間になりますように、今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。